怒り、イライラ、悲しみ、喪失感。こうした激しい感情に襲われたとき、私たちはついどうにかしなくちゃと思ってしまいます。でももし、そのどうにかしようとすることこそが苦しみを長引かせているとしたら、今日はネドジュンさんの考え方をもとに苦しい感情への向き合い方を体験していきます。この動画は理解するものではなく、あなた自身が体験する動画です。怒りやイライラ、悲しみ喪失感など激しく苦しい感情に襲われるのは、外部で何かの出来事が起きた時です。その出来事が自分のイメージしていたものや望んでいたものと違った時に起こりやすいです。例えば、病気で休んでいた同僚の仕事を残業してまで代わりにやったのに、その人が遊園地で遊んでいる写真を SNS で見つけてしまった。そんな時、強い怒りが湧いてくるかもしれません。こうした出来事は仕事でも家庭でも人間関係でも避けることはできません。だからこそ望まない出来事は起きるものだ。この前提で生きる方が心は軽くなります。では、大切なことは何でしょうか？それは出来事をどうするかではなく、その時自分の中で何が起きているのかです。私たちはよく感情を処理しようとします。消そう、抑えよう、解決しよう。でも実はそれらがすべて逆効果になることがあります。なぜならそこに思考が介入するからです。ネドジュンさんの考え方では、強い感情が起きたとき、体の中ではすでに神経反応が起きています。胸が締め付けられる、お腹がざわざわする、肩に力が入る。これはすべて神経と体の反応です。この感情を一刻も早く消したいと私たちは思います。ですが、そう思えば思うほど、こんなの嫌だ、なんとかしなきゃ早く消えてほしい。このような思考がフルパワーで回り始めます。思考は苦しい感情を解消させることはできず、むしろ悪化させます。ストレス物質が大量に分泌され、しかもこのストレス物質はすぐに分解されず、細胞や神経を傷つけ、心身がさらに辛くなります。つまり、出来事そのものよりも考え続けることによって分泌されたストレス物質による傷の方が心身にダメージを与えるのです。思い当たることはないでしょうか？考えれば考えるほど辛くなるあの感覚。これは神経レベルで起きている現象です。では、どうしたらいいのでしょう？それは対処しようとか事態を変えようと思わない。起きた出来事は一旦置いといて、まずはその出来事から離れます。そうだ、それは起きたのだ。でも今は出来事の中身は置いておこう。体の感覚だけに取り組むんだ。と決めるのです。それから体の感覚に意識を向けます。これが苦しみを終わらせる入り口になります。ここからは実際に体験していきます。もし今少しでも感情が動いているなら、それを使ってください。なければ過去の出来事を軽く思い出しても大丈夫です。まずは体の感覚を感じます。胸のあたり、どんな感覚がありますか？ぎゅっと締め付けられる感じや、痛み、重さ、
お腹の感じはどうでしょう？渦巻く感じ。ざわざわしている感じ。ずっしりと重たい感じ。歯の食いしばりや呼吸の浅さ、肩、首、お顔、手のひら、体のさまざまな感覚をただ観察していきます。変えようとしなくて大丈夫です。ただ感じる。起きた出来事は一旦横に置きます。思い返そうとしない。変えようとしない。中身には入りません。ただ、体に起きていることだけを感じていきます。体に起きている感じに意識がぴったりと張り付くように一緒にいます。そして変化が起きている体の部位に柔らかくて厚みのあるシリコンゴムを貼り付けるイメージをします。変化が起きている部位全体を覆うようにピターッと貼り付けてみます。かなり厚みのあるシリコンゴムのイメージです。このシリコンゴムはあなたの意識です。あなたの意識は怒りや痛み、力みとともにあります。そして心の中でその激しい感情に語りかけてください。そのままでいいよ。変わらなくていい。一緒にいるよ。温かく抱きしめるような感覚で怒りや痛みとただ一緒にいてください。すると不思議なことにその激しい感情はだんだんと薄れていきます。それはあなたの中の無意識によって温かく優しいエネルギーに変わっていくからです。こうすれば荒れ狂った嵐のような激しい感情は収まっていき、やがて消えていきます。怒りやイライラなどの激しい感情だけでなく、悲しみや喪失感などに襲われた時も、このシリコンハグはとても頼りになります。
悲しみや喪失感に襲われ、辛い思考がぐるぐる止まらない日もあると思います。まずは出来事から離れて、体に起きている変化にただ気づいているだけ。シリコンハグで体を優しく覆い、一緒にいるよと語りかけてください。悲しみや喪失感もやがて癒えていくことでしょう。